先日ある目的のために丹沢に行ってきました。距離は26キロ、日帰りの縦走です。想像以上にハードで最後はルートを変更しています。長距離で丹沢を歩く際に自分がどういうリスクを想定していたのか、そして実際にどう判断したのか、そのあたりも含めて記録として残しておこうと思います。突然ですが、登山アプリはお使いでしょうか？僕は特に理由もなくヤマップを使っています。バッジという機能があって、ある特定の条件を満たすともらえるアチーブメントみたいなものなんですけど、丹沢ハイカーっていうバッジがちょっと欲しくてですね、そのために丹沢に行きました。必要な条件っていうのが、ある特定の7つのピークを通過することです。で、そのうちの1つ大山、それはすでに記録があるので残り6つ、それを今回はつないで、1日で歩いていきたいというコンセプトです。丹沢は東京から約1時間半、日帰りでも訪れやすい山域です。今回のザックはハイパーライトのペミ、それを使ってちょっと半分トレランスタイルという形で、日帰りで歩いていきたいと思います。大倉に到着しました。遠野岳に向かう人でかなり賑わっています。しっかりストレッチもして歩いていきます。今大倉から歩き始めたところです。ちょっと走れるうちに走ろうかな。しばらくは林道を歩いて鍋割山に向かいます。今日は6座、ちゃんとね終電までに帰れるかどうかちょっと心配なんで、元気なうちにねできるだけ進んで、場合によっては大室山別に諦めてもいいんで安全に行きましょう。普段ね別に山で頻繁に走るわけではないんで、そんなにねトレランの方と比べたらたくさんは走れないんですけど、いい木漏れ日があるな。オリンパス、ミュー。山の中でちょうどいい木漏れ日を見つけるとついついカメラを向けてしまいます。ここまではね結構下りはね走って、上りは歩いてっていう感じで来て、まだ林道は林道なんですけど、ここから本格的に登っていくことになる。結構アップダウン激しいんですよね。最初の上りが結構えげつない。だから本当にそこはもう足をできるだけ筋肉を傷つけないというか、そんな風に丁寧に登っていきたいと思います。面で捉えて。I've been saying that someday I'll change.ムーンライトのムーンライトバター食べます。初めて食べる。うまい。カカオニブが入ってて、いやピーナッツかな、うまいな。なかなか登るね。ようやく鍋割山荘に到着しました。9時50分、鍋割山。遠野岳に向かいます。こっからはね気持ちいいよ。意外と寒くてレイン来ちゃいました。この前買ったサティスファイ。
今鍋割山から遠野岳に向かってます。鍋割山は9時50分ぐらいに着いたんですけど、意外とねペース通り、200% のペースで今回計画立ててて、ほぼほぼ同じペースで到着できました。林道をね走ったのが良かったね。上りがかなりきつくてゆっくりになっちゃったんだけど、あんまり遅れてないっていうので鍋割山でさすが20分ぐらい休憩したんだけど、この後はね先ほどの上りはないから、とはいえ丹沢はアップダウンが続くんで油断せずに行きたいです。このムーンライトバターめっちゃ美味しい。 90g で686キロカロリー、めっちゃハイカロリーだし。遠野岳はね行ったことあって、一番最初に登山始めた時に大倉テントサイトで転泊して、そのまま遠野岳登りました。でそのまま縦走して山王島の方に行ったんですけど、遠野岳ってねマジできつくて、なんかこういうね階段マジで多くて、ちょっとね初回にあれだったから、その後のね感覚がおかしくなっちゃって、今遠野岳から、丹沢山に向かって歩いてます。遠野岳登れてよかったな。やっぱりちょっと人がねかなり多いんで、あんまりとどまらずにね先の方に進んじゃってます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。これは気持ちいいね。もうちょっと。11時55分、丹沢山着きました。いや疲れたな。丹沢は体力の消費がやばい。若干遅れてますね。まだ余裕があるけど、ちょっとね多分塩分が足りてないから塩分チャージでも食べようかな。いやバテましたね。完全に蛭ヶ岳に今向かってるとこなんですけど、もうペースが落ちちゃって、ちょっとね行動食食べたらパワーは出てきたんだけど、普通にね筋肉疲労がやばくて、足がね痛くてね、なんかふくらはぎとかも痛かったけど膝とかも痛くなっちゃった。ロキソニン飲んだわ。なのでさすがにちょっと大室山は今回カットして帰ろうかな。一応ね今回工程が工程なんで、プラン B とかプラン C ぐらいまでちゃんと安全策を用意してました。蛭ヶ岳着きました。
こんにちは。ちょっと昼ヶ岳で休憩して今出発が1時半になっちゃいました。結構体力がないね。体力っていうか筋力というか、ちゃんと食べないと力出ないんでね。昼ヶ岳からヒノキボラ丸上級者向けって書いてある。こういう感じです鎖ですね。結構滑りそうだし、鎖は使った方がいいね。さすがにこっちか。さすがにこっちです。小村山行かないんだって思ってたけど、にしてもゆっくりだ俺。チャレンジすることはいいことなんで、そういうのもいいけど、やっぱゆっくり歩くのが楽しいよ今ヒノキボラ丸だいたい半分くらい来ましたね。休憩してます。あと150メートルぐらい登る感じで、今木の枝をねちょうどこの座ったところにあったんで、これをねストック代わりにして登っていこうと思います。ヒノキボラ丸登ったらもう結構安心できるかな。で今は撮影してない時はラジオを流しながら歩いてます熊鈴をねちょっと持ってくるの忘れちゃって、ラジオ流しながら歩いてます。もうちょっと青ヶ岳山荘、あともうちょい。随分歩いたな。3時40分ヒノキボラ丸着きました。疲れたな。そして誰もいない。時間が時間なだけに、だいたいここから1時間ぐらいかな、下山まで。終バスは7時までなんで、この西丹沢ビジターセンターの方に一気にもう下っていくって感じですね。もう結構お腹空いちゃったんで、とはいえ行動食がね結構余ってて、たくさんちょっと食べちゃおうかな。Oh Susanna, don't cry for me. We had some good years, so let me be. The world goes on, I sang my song. ちょっと風あって冷えてきたんで、サティスファイのレインウェア着ちゃいました。今日は結構良かったかな。丹沢にしては十分頑張ったと思います。最後まで気を抜かずに歩こう。帰ります。結構ね冷えたんでオールウェザーパンツも履いちゃいました。全然あったかい。これですごく綺麗だな。自分が安心しているから景色の綺麗さに目がいっているのか、本当に綺麗な道が出てきたのか。今日のね僕の言ったプランは、もともと掲げてたプランは正直ね行けるか行けないか分かんないけどみたいな感じだったんですけど、結局今日歩いた、ヒノキボラ丸までのルートだけでも、結構体力ないと多分厳しいかなって思うんで、そんなに体力に自信ないよって人は小屋泊しながら1泊2日でゆっくり行くのが楽しいかもしれないですね。すごい綺麗だな。なんかご褒美のように俺は感じてしまう。木々のなんかうねりとかも力強くて、本当に雷でつけた模様みたいな。そして山々のグラデーションが綺麗ですね。で今日もシューズはアルトラとロアのダブルネームティンプ5。もうメインのねシューズはこれしかない。もはや
アークテリクスは売却しちゃったんですよね。靴いっぱいあっても仕方ないかなって。今日ね、足をなんで痛めたのかなって結構考えてたんですけど、別に今日と一周でそんなことなかったし、まずコンディションがね、僕悪くて結構バテ気味で、ご飯いっぱい食べなきゃって思って、今日ねパランテのショーツできたんですけど、行動食を前のポケットにめっちゃ入れてたんですよ。だから多分ももをこう上げきらずに歩いてたのかなって。普段だったらちゃんと太ももの筋肉、お尻の筋肉を使って、しっかり歩いてるところを結構ふくらはぎの負担大きく歩いちゃってたのかなって考えました。下りってすごい無心になれるんだよな。パズルゲームやってるみたいな感じで、次にどこに足を置くとか、上りもそうだけど下りの方がこうアクションが早いっていうか、落下するんでね、より判断を早くしなきゃいけない感じ。結構パズルみたいで楽しい。僕のね動画見てる人は分かってると思いますけど、なんかこういう装備があったらこんな山に行けますよみたいな、そういう紹介じゃないんですよね。僕の場合はこれだったってだけで、例えば日にちとか季節とかその人の体力とか技術によってもっと削れるところもあるかもしれないし、全然削れない、なんならもっと足さないといけないっていう可能性もある。だから僕の装備っていうのは基本的に本当にその工程に対して最適化した結果なので、これがあれば八ヶ岳行けますとかそういう装備じゃないんですよね。なんか結構そういう紹介を、YouTube で出てくる動画ってしてるのが基本かなって思うんですけど、僕の場合やっぱりこの装備あればある程度どこでも行けるよみたいな風に出しちゃうと、つまりはまだ削れる余地があるってことで、ウルトラライトマガジンじゃないんですよね、それ。なのでやっぱり僕の紹介は、僕の場合はこうなりましたっていうところの紹介です。ぜひね、考え方とか全部は参考にならなくても部分的にこれは使えるなっていうところだけ取り入れてもらえれば僕は幸せですね。なので僕は、この装備でみんなに行ってほしいって思ってるわけではないです。全く。それはちょっと危険ですよ。僕も人の装備でそのまま行くっていうのは僕自身も危険だと思うんで、やっぱり自分で考えて調整するっていうところがウルトラライトというか、山に入る人としては最後は自分自身に何が必要なのかっていうのは自分に責任を持って考えるっていうのが大事なんじゃないかなと思っています。みんな分かってると思うけどね。だからやっぱり初めての山とか、あんまりまだ経験値が多くないっていう方は多めに持っていくのがいいと思います。僕もそうだったし、一応ウルトラライトから登山始めてはいるんですけど、最初は重かったんで全然。ベースウェイトでいくつだったかな、一番最初って 4.5 とか、そこからいろいろ考えて今はこんな感じです。これからどうなるのかが楽しみです。あと 3.5 キロ。図書ポイントまで来ましたね。川を渡って対岸へって迷いやすいって書いてある。ちょっと山っぺ見ながら歩きます。ここを渡ってこれいけるかな気をつけよう。よし、今度はこっちの川を渡るみたいだね。旗が立ってるわ。ちょっともうカメラきついかな。いけるか危なかった。いけました。ビジターセンター。
急に登山口が出てきました。いやー、安心だ。疲れたね。あと500メートル。今日は丹沢で30キロ歩くはずだったんですが、20何キロだろう。今25キロだから26キロか。今日は丹沢で26キロ日帰り重走しました。すごく大変でしたね。はい、臨機応変に、ルートを変えて安全に下山できたことを嬉しく思います。これから500メートルビジターセンターまで歩いて、バス乗って帰ろうと思います。はい、というわけで今回はね、結果的に最後の大室山は、カットして帰ってきました。累積獲得標高は2666メートルになりました。正直結構ね厳しかったんですよね。だけどやっぱり、トレランやられてる方だったら多分それこそいけちゃうだろうし、本当に人によりますよね、そこは。今回の計画は誰もが行ける計画ではないと思うので、あくまで考え方と、あと最後にね安全マージンまで、お話ししますので、ちょっとご自身の計画に何かしらね、計画を立てる際のヒントになればなと思っております。途中でね足をつりましたはい、ちょっとね歩き方が良くなかったのかなと思うんですけど、動画内でもね言ってたんですけど、多分前のポケットにちょっと物いっぱい入れてて、ちょっと足上げがねちょっと全然できてなかった、そんな気がします。全然ダメでしたね。でその後膝にもね違和感が出たりとかして、ちょっとロキソニンとか飲みながら歩きました。丹沢はですねちょっと制約がちょっといろいろ多い山かなと思ってまして、テント指定地以外での幕営は禁止なので、終電終バス、限りもあったりとかいろいろありますけど、もちろん計画を立てる上でテント指定地、大倉高原テントサイトというところが大倉からだいたい2キロ行ったところにあるんですけど、ちょっとねスタートから2キロっていうとねちょっと微妙ですよね。一応前乗りはできるっていう形にはなるんですけど、そのためだけにテントを持ってって、そもそも今回ちょっとトレランスタイルで行きたいっていうそもそもの趣旨があるので、そこもブレちゃうなと感じて、テント泊はやめました。僕の安全マージンとしては寝袋を持っていきました。キュメラスのマジック100という寝袋をね持って行ったんですけど、これはね宿泊目的ではなくて、あくまでも、緊急時の備えとして持って行きました。丹沢には一応避難小屋が何箇所かあるんですよね。だけど避難小屋を使う前提での計画を立てることは、もちろん禁止です。なので本当に足を怪我して、その日中に帰るのはちょっと厳しいといった状態になった場合に避難小屋を利用させてもらう、そういった可能性も含めての保険として寝袋を持っていきました。結果的にね避難小屋は利用してないですし、ルートをね潔く変更して、無事に帰ることができました。そもそもちょっと大室山まで行けるかどうかっていうのは結構厳しいなというふうに考えていたので、そこの保険でプラン B プラン C まで考えて今回は計画を練って挑戦してきたという形です。正直そんなに僕人からは多分体力あるって思われたりとかもすることもあるんですけど、別にそんなあるわけでもないと僕は思ってるので、
本当に日々トレーニングしてる方からすると、僕は日々トレーニングはしてないですし、その身の程をわきまえていろいろね、保険を立てて今回は行ってきました。最近ちょっとね、京都一周トレイル84キロ1泊2日で行ってきたよみたいなとか、この動画を撮ってる頃にはもう東京駅から高尾山まで歩くみたいなのもねやってきたんですけど、全然僕はハードにしていこうっていう、全然そんなことは考えてないので、なんていうんですかね、しっかりと自分が行ける計画をね立ててっていう風に、しています。そこもしっかり考えないと、ウルトラライトで道具をねこねくり回して考えてる意味もあんまりなくなるので、そこも合わせてしっかり考えていきましょう。というわけで、今回の動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、それではまた次の悩みで